こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。新年明けましておめでとうございます。2026年やってきましたね。今日は1月3日土曜日なんですけれども、2026年一発目の動画を撮りたいなと思って、それで今こうしてカメラを回しています。いやー、寒いですね。これ見てわかる通り、今日はですね、天気はいいんですよ。天気はいいんですけれど、風が強くてね、寒い。でもそれでもね、やっぱり屋外で動画を撮りたくてね、外に出ると体を動かす、散歩するついでに、こうして動画を撮るにはうってつけなんですよね。この屋外の景色を交えながら動画を撮ることもできる、この自由さ。この自由な感じ。たまんないですね。で、ちょうど今、電車が今通ってる状況なんですけれども、これもランダムな展開ではありますので、こういったランダムな要素を交えながら撮ることによって、この景色のこの見え方が大きく変わるんですよ。そういうのも交えながら動画を撮ることによって、いつもとは違う、全く同じようで全く同じではない、そういう感じのその時その瞬間のオリジナルなものを撮り続けることができる、そこに魅力を感じますね。それは別にいいとして、2026年一番最初に何のことについて話そうかなと考えてはいたんですけれども、とりあえず今年の2026年の意気込みというか、今年やってみたいなっていうふうに考えていることについて少しだけ話したいと思います。人それぞれ2026年の意気込みというか、今年の目標について、初詣をする際に掲げている、今年はこれをやるぞとか、今年は絶対これについて達成するぞとか、何が何でもあの場所へ行きたいとか、ここに行きたいとか、こういうことをやってみたいっていうふうに考える人は、きっと一定数は必ずいるかもしれません。それはいろんな事情、いろんな思いがあって、人それぞれみんな違ってていいと思うんですけれど、そういう感じで、自分も今年2026年は前の年と同じようにもう一度海外を旅する予定です。多分ですね、3月下旬か4月以降に始めるかもしれません。具体的な行き先というかスケジュールについてはまだ正確には決まっていないんですけれども、そうですね、期間としてはだいたい2週間から、ちょっと待ってくださいね、すみません。ですね、今トンビが1羽こう頭上をこう通ってたんですよね。一瞬こっち来るんじゃないかなってびっくりしたけれど、別に食べ物とかそういうものは何一つ持ってないんで、ちょっと怖えな。イレギュラーな展開が起きたんで、ちょっともう一度話を戻したいと思います。で、2026年のもう一つの目標なんですが、海外を旅する以外に、この日本全国を回りながらプロジェクト単位で活動する。それが緑黄色野菜といいますか、食材に関わる仕事をしてみたいんですよね。プロジェクト単位というか、期限を絞って、この2ヶ月か3ヶ月間はこの場所で働く、次は違う場所へ移動して、でここで住み込みながら働くであったり、そうやってスポットごとにこう動き回りながらこう能動的に活動するっていうような、そういう感じで今年2026年はもっと自分のこのクリエイティブな活動をもっと拡大していきたいんですよね。なんていうか、うまく言語化はできないんですけれども、一つの場所でじっとしていられないんですよ。なんだか飽きてしまうというか、別にそれがいいかどうかは人それぞれ異なるんですけれど、自分の場合はこうして5体満足でかつ健康でいられるうちに、もっと日本全国いろんな場所へ行って、いろんな人たちと会って、でそのプロジェクトごとに初めて会う人たちと一緒に仕事をしてみるとか、そういう感じでもっと自分のなんていうんですかね、視野をもっと広げていきたいんですよ。今こうして動画を撮っているんですけれども、地元で動画を撮るよりかはもっと違う場所で撮ってみたいんですよね。別に地元で撮ること自体が嫌というわけじゃないんですけれど、なんかねちょっと飽きてきちゃって、飽きてきたというか、なんか物足りないなと思って、単純に違う場所でこうして動画を撮りたいっていう気持ちがめちゃめちゃ強いんですよね。
もっと広範囲にいろんな場所のいろんな景色を交えてこうやって一人語りのこの心境について語る、またはそれまでの経験を生かしてミニマリズムをテーマに考え方やライフスタイルについて発信していくっていうような、そういうクリエイティブな活動をこれから先も続けていきたいんですよね。それが今僕の住んでいる町以外のこの日本全国のどこか、または海外でもそうですけれど、この自分自身の人生記録というか、この Vlog という名の動画日記をこれから先もずっと続けていきたいんですよ。でそうやって地道に一個ずつ積み上げていくことによって少しずついろんな人とのつながりが生まれて、でその先自分がそれまで知りもしなかった気づきもしなかった新たなきっかけ、新たな学びであったり、いろんな出会いがもっとこう枝分かれしてどんどんつながっていって、でそれについて突き詰めれば突き詰めるほどその先には無限の可能性が生まれてくる。そういうのも交えてこれから先も動画を撮り続けていきたいなというふうに考えています。動画だけに限らず YouTube 以外でノートもやってるんですけれど、ノートは基本的に写真と文章をメインに自分のその時感じたことや今考えていることについて話をする。それも YouTube では語らないようなそういうことについてひたすら記録を残し続けているわけなんですけれども、ありがたいことにさまざまなフォロワーさんというか読者の方から読んでいただいて、たまにコメントをもらうこともありまして、おかげでなんていうんですかね、こうしてクリエイティブというか、創作活動並びにこの個人で発信するこの活動においてすごいモチベーションになるんですよね。そんな感じで自分のペースで続ける、自分がその時その瞬間本気でやりたいと思ったこと、本気で行きたいと思った場所へ行ってみる。当然新しいことを始めるのってすごい不安ではありますし、僕も正直どうなるかわからないんですよ。もしかしたらどこかのタイミングでものすごい失敗をしてしまうかもしれないし、ものすごい挫折を味わうかもしれないけれど、かといってそのことにばっかり不安に考えていたりとか、何もせずただうずくまっていたらそれこそ何も変わらないんですよね。人生は本当に思ってる以上にあっという間に過ぎていくわけですし、こうして今2026年になってるわけですけれど、去年の1年間2025年本当にあっという間だったんですよ。瞬きしている間にいつの間にか1年経っていて、あれ俺大してそんなに行動してねえじゃんっていうようなそんな気持ちになったんですよね。一応去年の10月頃は西日本を旅して、でその前は東南アジアのタイ、日帰りじゃなくて、2泊3日のプチ旅行にも行ってたわけなんですけれど、そういう感じで何もしていなかったわけではないです。ただその前の2024年もしくはそうですね、過去の旅と比べるとそんなに大きな変化がなかったというか、そんな感じではありましたね。ですので今年2026年は去年よりももっと広範囲に動いて、もっと自分自身の活動できる範囲をより大きく拡大していきたいなというふうに考えていますね。別にそんな計画性がどうのこうとか、そこまでそんな綿密に企てているというか綿密に考えているわけではないんですけれど、ぶっちゃけ100% 自分の思った通りにはいかないし、どれだけ計画を緻密に組むようなことをしたとしても多分その通りにはいかないと思うんですよね。これまでの旅でも同じように自分の思った通りにはいかないし、むしろ思い通りにいかないのが当たり前なんですよ。それが人生なんだもん。だって何が起きるかなんて全然わからないし、この日本円、この円安がどんどん加速していくかもしれないし、で世界情勢が本当にもうこれから先どう転ぶか全くわからないんですよ。それ誰も予測できないじゃないですか。それと同じように1年後どころが半年先というか3ヶ月先どうなるかもわからない。10年後とか老後のことを考えていたとしてもその年まで生きられるかどうかわからない。それよりも今この瞬間を全力で楽しむことにフォーカスした方が人生はよりもっと面白くなっていくんじゃないかなっていうふうに僕はそう思います。人それぞれ価値観や考え方は違いますし、ああだこうだ言ってくる人はそれはいるのかもしれないけれど、別に僕のことを嫌う人は別にそのままスルーしてもらっていいですし、別にその人たちにどう思われようが知ったことじゃないんですよ。だって
人それぞれ考え方は違うわけですし、仲のいい人もいれば当然嫌う人もいるわけですので、そういうもんなんですよ。10人中3人は必ず自分のことを嫌う人がいたとする。で残りの1人か2人は自分のことに対して気にかけてくれる、または興味を持ってもらえる。で残りの半分は全くの無関心というか、そこまで気にも留めていないっていうような、そういう感じだと思うんですよね。みんな仲良しとか、100人中100人の全ての人に気に入ってもらう、その人たちに好かれたいとかって、そういうのもう 100% 不可能なんで、もうそこまで 100% ものは求めないし、もっと自分のその時その瞬間の自分の気持ちに従って一個ずつ突き進む、一個ずつ積み上げていく、この姿勢を続けることが最も大切なんじゃないかなっていうふうに思いますね。でこれまでのなんだろう、バックパッカーとしてこれまで海外を旅していた時のその経験をもとに、そうですね、その旅をする時のことや、または私生活においていろいろと考えることはあるんですけれど、その中で自分にとっての必要なものとそうじゃないものを切り分けるために必要な考え方としてミニマリズムを取り入れて、でそこから劇的に変わったんですよね。昔の自分と比べたら今の自分はほんまに買い物とかそういうの一切しなくなったわけですし、一切っていうわけじゃないけれど、昔と比べたら大幅に少なくなりましたね。一時期よくカメラを買っていた時期はあったんですけれど、去年の1年間はそのガジェット類とかそういうものは一個も買わなかったです。なぜなら今持っているものに十分満足しているわけですし、で去年の2025年に関しては一部の方は多分知ってるかもしれませんが、ノーバイ2025っていう不買運動があったんですよね。これは物価がどんどん上がっていく中で、自分自身のライフスタイルを取り戻すことであったり、または必要なものとそうじゃないものを切り分ける、本当に必要なものだけを所有するためのムーブメント、そういうものがあったんですよ。それがアメリカやヨーロッパであったり他の国々でもそういう活動があったんですけれど、ノーバイ2025というこのムーブメントというか、このチャレンジをやってみたわけなんですが、結果的にはその前の年の2024年と比べたら購買量並びに買い物をした時の品数については大幅に少なかったですね。さすがに消耗品だったり食料品とかそれは対象外だけれど、ただ自分の今所有しているものであったり、例えば洋服とか電化製品とかそういうものについては極力増やさないことにしていました。で結果的にはそうですね、買い物をゼロにすることはできなかったけれど、それでも前の年と比べたら大幅に少なかった。それだけでも大きな収穫だったんじゃないかなって今なら自信を持っています。むしろこれだけ物が少なくても人は幸せでいられること、意外と自分にとっての必要なものは案外少ないんだなっていうのを再認識した。それが去年の2025年を振り返ると、今までの年と比べてより最小限にとどめることができた、ミニマリズムに徹することができた、そういう一年だったんじゃないかなって内心そんな風に思います。最後になりますが、2026年の目標についてもう一度まとめておきたいんですけれども、まずはもう一度海外を旅すること。やはり今自分自身が健康でいられるうちに、あともう一回行きたいなと思って、それで3月下旬か4月頃にもしかしたら行くかもしれません。ただ何が起きるかわからないし、例えば交通事故だったり突発的な病気かなんかで余命3ヶ月余命半年の宣告を受けたりとか、そういう可能性もなきにしろあらずですので、これについてはどうなるかはわからないんですけれども、単純に今考えてることはもう一度海外を旅したいっていう気持ちがめちゃめちゃ強いですね。そんな感じで、おそらく3月下旬か4月5月頃にやるんじゃないかなって今のところなんとなくそんな風に思います。で2つ目は、その旅が終えた後は日本全国をこうぐるっと回る旅というか、旅をしながら暮らす、そういう感じで自分自身の行動範囲をもっと広くしていきたいなというふうに考えています。それがどういう形で
日本全国を回るのかはまだ正確には決まってはいないんですけれども、いずれにせよ同じ場所でずっといるよりかは、単純にもっと広範囲に動いてみたい、いろんな場所へ行ってそこで生活してみて、もっと拠点を増やしていきたいというような、まさにそういう感じですね。今話をしててパッと思いついたことなんですけれど、今そういう感じのことを考えてますね。安定志向とかそういうの全く興味ないんで、だってこの世に安定なんてもの存在しないし、いつ自分の生活がどう変わるか全くわからないじゃないですか。巨大な地震が起きたり津波が起きたりで、またはどこかの国みたいに軍事侵攻を受けて、それで、自分の家だったりその資産とかそういうものが全部吹き飛んでしまうかもしれない。まあさすがに日本にいる限りはそういうことはおそらくないと思いたいけれど、でも何が起きるかわからないじゃないですか。そうなってしまった時、なんだろう、人生最後の瞬間を迎える中で、あの時こうすればよかったとか、もっと自分に正直になればよかった、なぜあそこでもっと自分に対して正直に、もっと広範囲に活動しなかったんだろう、もっと行動すればよかったんじゃないのかなって、そういうふうに考える人ってきっと一定数は必ずいると思うんですよ。いろんな事情があって、いろんななんかね、いろんな理由があって、うまく行動できなかったっていうような、そういう人はおそらく一人か二人、一定数は必ずいると思うんですけれど、これについてあまり話をし続けるとキリがないんで、ちょっとこの辺は割愛します。はい、今回の動画も相変わらずアドリブで喋ってるわけでして、でこれも全部今思いつきというか、その時その瞬間の自分の気持ちに従ってただこうやって話してるだけなんですよね。なので話をする中で途中話の流れが向こうへ行ったりこっちへ行ったりみたいな、そういうことが起きるかもしれないけれど、それがなんというか人間らしさというか、人間の持つ本来の不完全さ、この雑味というか、そこに人間の持つ本来の魅力、そのリアリティがあるんじゃないかなっていうふうに僕はなんとなくそう思います。あくまでも僕個人の意見ですので、そこら辺は話半分で聞いていただけると幸いです。はい、というわけでそろそろ時間ですので、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。2026年も引き続き応援よろしくお願いします。というわけで、最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。